こんにちは。日本に住んでるドイツ人のアンナです。今回は日本に来てから多分一番多く聞かれた質問を答えていきたいと思います。その質問は、なんで日本に来たの？日本の何に興味を持ったんですか？ You は何しに日本へ？実は初めて日本に来たら空港でテレビにも同じ質問聞かれた。でも、ブロードキャストされてないと思う。そしてなんで日本に来ただけじゃなくて、どうやって外国人一人として日本に住めたのかも今日はちょっと話してみたいと思います。ここに海外に住みたい人とかいたらちょっと助かるっていいなと思います。ではスタート。まず日本の何に興味を持ったのはアニメです。その理由で日本に好きになる外国人が多いと思うんですけど、私もアニメ大好きです。子供の時からずっとアニメが好きだった。ドイツのテレビでもよくやってて、例えばポケモンとかドラゴンボール、名探偵コナン、ワンピース、ナルト、セーラームーン、あとドレミ知ってますか？でも子供の時アニメは日本のものだってまだ全然わからんかった。なんか私よく思ったの、アニメの人はなんか変なもの食べてるかなと思ったんだけど、でもそれはファンタジーの食べ物だと思ってた。だから逆に今おにぎりとか食べる時、あ、それだってなる。めっちゃすごい気持ちいい。でも子供の時日本に行きたいとかまだ全然そう思ってなかったの。本当に日本に行きたいと思ったのは大学の時だった。大学に入ったまで全然アニメが好きな友達いなかったけど、大学で新しい友達ができて、でよく一緒にアニメを見たり寿司食べたり、あとドイツにある日本の文化祭りとか行って、でやっぱりアニメだけじゃなくて日本っていう国がめっちゃ面白いなと思って行ってみたいと思いました。そして2018年に日本に行けるチャンスが来ました。私の大学の専門はインターナショナルビジネス、国際ビジネスで、そのコースは3年間ドイツで1年間海外で、私は思ったのは、そんなになんか1年海外に住めるチャンスがあったら、私は絶対普通に行けない国に住んでみたいと思って、普通にドイツと全然違う国を経験してみたいと思って、やっぱり私は日本に行くってなったの。で最初は普通にドイツからめっちゃ遠いし、文化の違いとかもいっぱいあると思うから、最初はちょっと怖かったけど、 maybe once in a lifetime chance と思って来ました。そして大阪の近代大学で1年間留学しました。実は最初の1ヶ月間は結構辛かった。なんか全然友達ができなくて、もう日本やめようって思ってたんだけど、あとちょっと自分はもっとなんかオープンになって日本語もちょっと話するようになって、他の留学生の友達も日本人友達も作って、本当に今までの人生で多分一番楽しい1年でした。だから留学に行くか行かないか悩んでる方がいれば、ぜひ行ってみてください。その経験は絶対後悔しない。今はコロナで難しいけど、チャンスあればぜひおすすめします。で、2019年の2月に私の留学が終わってドイツに帰らないといけなかったの。で、ドイツで卒業しました。で、それからめっちゃ人生で迷ってた。卒業してから何しようかなってずっと思ってたので、両親はいい会社で働いてたくさんお金稼いで欲しかったけど、私はまだ働きたくないと思って、会社で働きたくないと思って、でやっぱり日本は楽しかったし、日本にいたら一人だから自分で全部自分の時代思ったし、しかも日本で経験したいことがまだいっぱいあったし、私また日本に行って今回本当に日本に住むって決めました。そしてたくさんバイトしてお金集まって、2019年の7月また日本に来ました。今回 Working Holiday ビザで来ました。ちなみにその時からまだ全然ドイツに帰ってません。どうでもいいけど、ワーキングホリデービザはドイツ人は1年間日本に行ってバイトができる。
で、私の予定はそのビザで日本に行って本当の仕事を探して、でその1年間が終わったら普通のワーキングビザで日本に住むことでした。で、友達がアナちゃん仕事探す前にボランティアとかやった方が良くないみたいって言って、で、私そうだよね、したらいろんな日本の場所を経験できるじゃんと思って、で、その友達が Workaway というアプリ教えてくれました。そのアプリが本当にめっちゃ助かった。そのアプリで日本だけじゃなくて世界のどこでもいろんなプロジェクトがある。例えばゲストハウスで働いたり、ファームで働いたりとか、その代わりに家が無料みたいなシステムがあります。で、そのアプリを使って最初大阪のゲストハウスで働いてました。3ヶ月間くらいで、その後に高知の旅館も1ヶ月間バイトしようと思ったんだけど、そこは結構つまらなくて、本当にやることが全然なくて、あと2週間もやめちゃったそして東京の英会話カフェでボランティアをした。そしてそこに私の人生が変わった出会いがありましたまあそんな変わってないけど、まあ実は結構変わった。そのカフェのバーテンダーは多分皆さん知ってる海外系 YouTuber の若い人だった。あいつがいきなり Do you wanna be in my YouTube channel? I'm a famous YouTuber in Japan って言って、で、私はなんだあいつめっちゃ調子に乗ってるやんと思ったけど、結局やってみたかった。If you count night, it's gonna be cool as well. It's gonna be cool? Yeah. Even if you're there? それはもう3年前だよね。で、そのワーキングホリデービザの期間が終わったら、私はまだ日本にいたかったから、今回は本当の仕事を探しました。で、やっぱり日本に住んでる外国人は英語の先生が多いから、で、やっぱりその仕事は一番ゲットしやすい。なので、英語の先生になりました。子供の英語の先生やってる。Apple で、その仕事のおかげで普通のワークビザをもらいました。で、今はね、やっぱり日本にいる間に世界と自分についていっぱい学んだし、すごくいい経験もいっぱいあったし、私は今何かを日本に返したいと思います。で、やっぱり日本には私みたいな人がいっぱいいると思う。なんか人生で迷ったり、海外に行きたいけど不安を感じたりする人とか。だから私に相談したいこととかあったら、ぜひいつでもコメントで教えてください。私はできるほど返信するし、できれば動画にもしたいと思います。でもやっぱり私はまだ仕事もあるし、日本語はまだめっちゃ難しいし、編集もいっぱい時間かかるし、多分すぐにできないけど、できるほど答えていきたいと思います。ちょっと恥ずかしいなでも本当の気持ちですバイバイ。うるさい隣の人。